Johannes behind the back. Oh, what a dish, Johannes! そのノールックパスで見ているものはもちろん、チームメイトをも驚かせるマリーヌ・ジョアネス。同じフランス出身の NBA プレイヤーたちのプレーを研究し尽くしたという彼女は、男子女子関わらず今最もプレースタイルがエキサイティングな選手の一人。現在 WNBA でプレーするマリーヌですが、なんと彼女には世界最高峰のリーグでの優勝よりも成し遂げた夢があります。一体その夢とは何なのでしょうか。バスケは酸素、どうもバンバです。マリーヌと日本の関わりで言えばね、東京オリンピックでバスケットボール女子日本代表が準決勝でフランス代表とやった時に、相手の23番が上手すぎるとちょっと話題になってたんですが、本当にプレーに花がある選手。現在はニューヨークリバティというチームでプレーしていますが、スタチューオブリバティ、自由の女神は実はですね、フランスから寄贈されたものということで、フランス出身の彼女がニューヨークリバティにドラフトされた時は自由の女神に例えられていたりもしました。今日はですね、そんな謎に包まれたマリーヌの背番号23番にちなんで2300いいねをこの動画では達成したいと思います。では、1995年1月21日、マリーヌ・ジョアネスはフランスのリジューに生まれました。学校でエッセイの宿題があればバスケのことを書き、古くからの伝統であるマルディグラでもバスケ選手の仮装をして8歳の頃からプロのバスケ選手になりたいと言っていたマリーヌ。そんなマリーヌのアイドルは彼女と同じ MJ のイニシャルで呼ばれるマイケル・ジョーダンでした。彼女がつける背番号の23はジョーダンへのリスペクトからですが、マリーヌのプレースタイルに最も影響を及ぼしたのがトニー・パーカー。4回の NBA チャンピオンであるフランス史上最高のプレイヤーであるトニー・パーカーのハイライトをほとんど全て見尽くしたというほど彼のプレースタイルを研究していたマリーヌ。そしてマリーヌのメンターはニコラ・バトゥーム。マリーヌが NBA を見始めた頃、2008年の NBA ドラフトでフランスからバトゥームはドラフト1巡目指名でブレイザーズに入団し、 NBA でも活躍し続けるバトゥームは彼女の希望の星でした。マリーヌはノルマンディースポーツセンターで開催されていたバトゥームのサマーキャンプに参加し、そこでのプレーでバトゥームを驚かせます。ノールックパスやビハインドザバックを得意とし、度肝を抜くようなプレーを連発。幼い頃からとにかくプレーに花があったマリーヌ。このキャンプでバトゥームに見出され、 NBA でも屈指のオールラウンダーであるバトゥームと同じくパスにもシュートにも優れたオールラウンダーに成長していったマリーヌ。フランス出身ということもあり、マリーヌは熱狂的なユーロバスケのファンからバスケ界のモーツァルトとのニックネームで呼ばれており、プロ入りしてからもそのパスは芸術的でした。ヨーロッパの選手らしくピックアンドロールをマスターしている彼女はディフェンダーを2人引きつけ、ノールックでのオーバーヘッドパスでアシストを決め、このビハインドのパスもすごかった。チームメイトも予想がつかないほどのパスであり、ノールックで決めたビハインドザバックパスで味方のスリーをアシストし、観客を沸かせます。177センチかつ身体能力も飛び抜けてはいないマリーヌですが、スキルセットがずば抜けており、さらにそのプレーには花があり、一発でマイケル・ジョーダンを見てきたんだなっていうような後ろ向きでのショットを決めたり、アングルを研究し尽くしたレイアップをもうノールックで決めていたりなど、16歳の頃にバトゥームの昔のコーチから見出され、若くしてプロの環境に飛び込んだことで、マリーヌはさらにそのスキルを高めていきました。16歳でプロとなったマリーヌは2017年の WNBA ドラフトにチャレンジしますが、この年はドラフト外となり、フランスに残ってチームで3シーズンの間プレーし続けたマリーヌ。2019年にはトニー・パーカーがオーナーを務めるライオンクラブでプレーすることとなり、同年2019年の WNBA ドラフトで再チャレンジし、見事ニューヨークリバティから2巡目でドラフトされます。WNBA のシーズンは短いため、多くの選手はオフにヨーロッパやアジアのリーグでプレーしていますが、マリーヌも同じく2019-20年の1シーズンをプレーして以降、2シーズンほど WNBA から離れていましたが、それはパンデミックのシーズンに差し掛かったことや、フランス代表として東京オリンピックのための準備が必要だったからです。スロベニア代表のルカ・ドンチッチも、オリンピックでの優勝は NBA での優勝以上に意味があると言っているように、特にバスケットボールにおいてアメリカ国外の選手たちにとっては、オリンピックで母国を金メダルに導くことは本当に大きなことであり、NBA、WNBA オールスターだらけのアメリカ代表に1試合で勝敗をつけなければならない NBA や WNBA での優勝と同じかそれ以上に難しい快挙。マリーヌも相当な準備をして東京オリンピックに臨み、そのプレーでフランス代表を準決勝にまで導いていきました。この準決勝でフランス代表は日本代表と戦いますが、
この試合で日本代表の町田瑠唯選手がオリンピック新記録となる18アシストを決め試合を支配し、フランスは敗北。しかしマリーヌはその才能を世界の舞台で見せつけ、銅メダルを獲得しました。速攻になればもうマリーヌの独壇場。プルアップ3もあるためディフェンダーは彼女をワイドオープンにはできず、ノールックでのド派手なパスが話題になりますが、ピンポイントでワイドオープンのチームメイトにパスができる能力、オールコートからワンバウンズで完璧なパスを出したりなど、転んでバランスを崩しながらでも味方にパスを届けたりなど、派手なノールックパスが多く話題に上がりますが、その一個一個のパスの正確性が半端ではなく、クールな見た目からは意外ですがかなりハッスルしている彼女は、諦めそうなボールでも最後まで追いかけ味方にアシストを決めるなど、プレーメイクにおいて我慢強い判断ができるプレイヤー。ハーフコートオフェンスではピックアンドロールを使って常に2人を引きつけ、完璧なパスを提供し、ワンタッチでのパスやノールックでカットインしてきた味方に合わせたりなど、とにかくパスのレパートリーが多いプレイヤー。常に彼女は2人以上のディフェンダーを引きつけようとオンボールでもオフボールでも動いており、背中に目があるのではないかというパスで味方をお膳立てすることもあり、トップに立てばマヌ・ジノビリ級のレーザービームパスで味方を見つけるマリーヌ。そのパス能力が生きてくる最大の理由は WNBA でもスリーポイント 43.7% を記録している優秀なシューターでもあるということ。彼女に少しでもスペースを与えればディープからでも決めてくるため、ディフェンダーは寄らねばならず、数人を引きつければそのコートビジョンでインサイドでもアウトサイドでも味方をワイドオープンにして得点をアシストすることができるマリーヌ。特に彼女のスキルとしてユニークなのがその片足ジャンパー。ディフェンダーのタイミングをずらすチェックに行きにくいこの片足でのミドルレンジと、減速のスキルがすごい彼女はここに顔でのフェイクも入れているため、相当なスキルが詰まった技であり、片足でのミドルレンジはスティーブ・ナッシュもかつて得意としていましたが、マリーヌはミドルだけでなく、なんと片足でのスリーポイントを得意としており、ショットクロックギリギリの時のために練習したというこの技をリズムに乗っている時は普通に打って決めきるマリーヌ。一度ドンチッチがプレーオフの最中に見せて驚かれたように、スリーポイントラインからのワンレッグスリーは NBA でもなかなか見ない技です。2022-23 年のシーズン途中からニューヨークリバティに帰ってきたマリーヌ。プレーオフ最後のスポットをかけた試合でキャリアハイ6本のスリーを決め、チームハイの18得点をスコア。6本目のスリーは彼女の得意な片足でのスリーでした。マリーヌのこの大活躍によりアトランタドリームに勝利し、見事ニューヨークリバティはプレーオフの最後のスポットを勝ち取ることができました。来シーズンのニューヨークリバティはスーパースターのブリアナ・ステュワートを加え、サブリナ・ヨーネスクとブリアナ・ステュワートという2人のスーパースターが揃い、一気に来シーズンの優勝候補に、優勝に近づくシーズンとなるのは間違いありませんが、マリーヌにとってはそれ以上に2024年母国フランスのパリでオリンピックが開かれ、そこでアメリカ代表を下しての優勝というのはもうこれ以上ないほどのストーリーになるでしょう。視聴者の皆さんは2024年のパリオリンピック女子バスケの金銀銅メダルはどこの国になると思いますか？ぜひコメント欄で予想してみてください。前回のマブス終わってしまった動画での MVP コメントは、こちらX エイベッツさん。ハーディの指導をカイリーがよくしてるっぽいので、ガチで最強格のルーキーになれる希望はありますよね。カイリーから技を盗みまくってほしいです。マブスのシーズン終わっちゃいましたね。いやー、まあでもカイリーが残ってね、来シーズンのマブスはもう本当にマジでガラッと変わると思うので、それでダメだったら僕は泣こうと思います。今シーズンは泣かずにブルックリンネッツに行ってしまったディンウィディとね、ドリアンと、そして渡辺君を応援していこうと思います。プレーオフ頑張れブルックリンネッツ。最後まで見ていただきありがとうございました。これからもね、ユニークなプレイヤーをどんどん紹介していこうと思いますので、ぜひここを押してチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。次の目標は18万です。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。